にちは。毎日がスピリチュアル、日だまりライフです。先日9年愛用した洗濯機の故障を機に新しいものに入れ替えました。その際、洗濯機用のスペースの有効利用をしようとランドリーラックを DIY しましたので、その模様をご紹介したいと思います。我が家の洗濯機置き場はこの通り、ドラム式洗濯機を置くと幅も奥行きもあまり余裕がありません。洗濯機前のスペースも洗面所へ続く脱衣所を兼ねた人が通れる程度の狭い空間です。特に左側面には脱衣所使用時に閉めたいスライドドアの存在もあって、クリアすべき厳しい条件が揃っています。こういう狭いスペースの有効利用には突っ張り棚がベストだという考えに至りました。最近 DIY でも見慣れてきた 2x4 材にかぶせるだけで突っ張り棒へと変換できるアタッチメントツールディアウォールと肩を並べるラブリコを防水パンの上から使って簡単製作いたしました。洗濯機設置後にラックを組み立て設置できるというのもこの製作方法の長所です。ディアウォールもラブリコも値段も機能もほぼ同じですが、唯一好みの分かれるところはそのフォルムでしょう。ラブリコ派の試験ですが、無駄のないコンパクトで四角ばったフォルムが壁に収まりがいいように感じます。設置方法などもそれぞれ違うのですが、ラブリコは設置する天井近くでテンキャップと呼ばれる上部を右回転していくだけでしっかり固定されていく仕様になっています。どちらも壁に釘を打たずに欲しいところに柱を設置できる便利アイテムであることには変わりありませんので、お好みでお使いください。それでは材料の紹介です。ラブリコ2個、2x4 材2本、棚板、置きたいものに応じたサイズ、枚数が必要になります。私はシンプルかつイージーにそのままの白木な感じに仕上げたかったので、パイン集成材をチョイスしました。上段棚に置くものの奥行きは浅めで十分でしたので、奥行きの違う棚2段に決め、長さ90センチの幅45センチを1枚と幅30センチを1枚購入いたしました。木材は幅や厚さの数値に価格も比例するので、安価に作成したい場合は1000円程度の合板1枚から棚板3枚ぐらいは作れます。湿気で反りやすい性質上、ニスや耐水ペンキでコーティングしたり、好きなビニールクロスやラミネート生地をタッカー止めなんていうのも楽しそうですね。その他 L 字棚受け、棚板1枚につき2本、紙やすり60番1枚、強力両面テープ細身のタイプをご用意ください。全部で私はだいたい9000円ぐらいでした。板を合板に変えると2000円ぐらいは安くできると思います。必要な工具、電動ドライバー、なければプラスドライバー、電動丸ノコ、なければホームセンターで板をカットしてもらいましょう。トンカチ、穴が開けられるような霧のようなもの、30センチ定規、これは水平定規の代わりになります。鉛筆などの筆記用具、以上です。また1と2はホームセンターで無料貸し出ししているところもあるそうです。確認してみてください。ご自宅の防水パンのサイズを測りましょう。床から防水パンの高さ、防水パンの縁上から天井までの長さ、洗濯機上から天井までの棚有効高など、我が家はこんな具合の数値でした。
これらを参考にして棚板の横幅を決めていきます。私は洗濯機の真ん中にラックが来るよう設置したかったので、スペースに余裕のない右側の柱と対称になるよう左側の柱位置を決め、棚幅は柱の際までにしてみました。収容量は減りますが、余白がある分空間に余裕ができて出来栄えもすっきりした感じです。次はプランニングです。何を置くかを決めます。置きたいものや使いたい場所に応じて棚の枚数や位置を決めます。私はバケツやたらいなどの大物類と汚れ物を保管する洗濯かご2個を置くための2段棚にしました。脱衣所で脱いだものを入れるのに無理のない高さの位置に洗濯かごを置きたかったので、1段目に洗濯かご置き場とし、自動洗剤投入の蓋を開けてもぶつからず、蛇口などに干渉しない高さを目安に決める。2段目はバケツやたらいなどの置き場にして、1段目の出し入れに余裕が出るようなるべく天井に近い位置を確保するという感じでざっくり位置決めをしました。次は棚板幅を決めます。それぞれの一番大きなもののサイズを測って棚幅を決めます。棚板は洗濯機の振動で壁が傷つく危険を避けて、ジャストサイズより両サイドマイナス1センチほど短めにサイジングするのがベターです。次はカットです。可能であればホームセンターのカットサービスを利用しましょう。2x4 材も棚板も丈夫な木材なので、自分でまっすぐ正確に切るのは電動丸のこがないと難しいですし、あってもまっすぐ切るのは腕がいります。では軸板となる 2x4 材を天井高からラブリコの長さ 9.5 センチプラス防水パンの縁の高さを引いたサイズに2本カットします。次に棚板、お好みの木材を選んで、先の計画通りに枚数分カットします。2x4 材にラブリコをセットします。セットした 2x4 材に直接棚の位置を鉛筆でライン引きします。位置決めができたら棚板の厚み分、下の位置にもアンダーラインを引きます。棚受けの 2x4 材に接着したい面と上部に各1本ずつ両面テープを貼ります。棚受けの上に定規を当てながらアンダーラインの位置に合わせて両面テープで接着します。棚受けのネジ穴にキリを差し込んで数回トンカチで叩き、ネジの誘い穴を作ります。1本につき3箇所です。誘い穴に付属の長い方のネジを3本ドライバーで打ち込みます。棚受け上部も同様に両面テープで仮止めした上でキリで誘い穴を作り、ネジを打ち込みます。下から上へ打ち込むので、上から板を圧をかけながら支えてくれるサポーターがいると楽になります。同様に棚板の枚数分行ってください。以上で完成になります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。